ウルトラベラー TV へようこそ。この番組は日本国内1000カ所以上の観光地を旅した元旅行記者の厳選スポットを紹介します。今回は新緑の世界遺産白神山地をお届けします。青森県と秋田県にまたがる白神山地は山岳地帯の総称で、ブナ原生林が手つかずに残ることから世界自然遺産に認定されています。西側の12個中心にスタートです。位置とアクセスを簡単に説明すると、オレンジの部分が白神山地です。アクセスは青森空港から12個まで車で約2時間20分、弘前から12個まで車で約2時間5分、秋田空港から12個まで車で約2時間10分、秋田から12個まで車で約2時間です。アメリカのグランドキャニオンから名付けられた日本キャニオン。緑に覆われた山岳帯にひときわ目立つ凝灰岩の白い岩肌。遠目から全体像を一望できる展望台がありますが、少々きつめな登山になるので、僕はあえて目の前まで近づいて下から眺めるコースを選択しました。とは言っても森をかき分けるような細い道を歩くのでちょっとドキドキでした。近づくにつれ白い岩肌がどんどん大きくなるので楽しい散策でした。大きさが分かりにくいのですが、ド迫力なんです。この度白はここだけです。異質な雰囲気ですね。侵食と崩壊を遂げた大地は地球の神秘を感じずにはいられません。12個駐車場から少し歩いたところにある散策道の入り口。綺麗でしょう。ブナ原生林。初夏の新緑シーズンは若葉たちの鮮やかな緑色が本当に眩しいです。五感で感じる癒しの極地です。最大のごちそうは空気。体の隅々まで浄化してくれます。さあ、ここから主な天然故障を見ながら、最も短くて誰でも手軽に散策できるコースを紹介しますね。最初に見えるのがケトバの池。文字通り鳥の頭のような形をしています。12個って故障が12あるってこと？実は違うんです。12個の故障は33あるんです。じゃあなぜ12個？この崩れ山から見えた故障が12だったことから名がついたんだとか。崩れ山はシンボルですね。名付け親ですから。8合目に位置する大崩れという大崩落の跡が崩れ山の大きな特徴です。ケトバの池から少し歩くと12個で最も有名な青池があります。究極の透明感。池底の倒木をくっきりと映し出しています。色鮮やかなコバルトブルー。どうしてこんな色彩が出せるんでしょうね。自然の神秘を感じます。おそらく人間の目をもってしても 100% の姿は見えていないのでは。もちろんファインダー越しでは一部しか再現できません。幻想的で思わず拝んでしまいそうです。ここから先はより一層森を感じることができると思います。
狭い散策道を先に進むと、青池と同じコバルトブルーの湧き壺の池に出会います。青池の雰囲気とは一味違って見えます。森の奥深さ、静けさ、めちゃめちゃ神秘的。名水湧き壺の池の水と呼ばれ、平成の名水百選に認定されています。野鳥のさえずりを聞きながら森を進みます。この辺りに来る頃はもう身も心もリフレッシュされていますよ。本当に気持ちいい。森の散策道を抜けると落ち口の池があり、開放的な景色が広がります。湖面に映る木々を見ながら至福のひとときを過ごせます。茶室、12個庵やトイレもあります。本当に気軽に楽しめる12個散策コースなので、体力のない方でも安心ですよ。散策時間は約60分です。物足りない方は他の故障を加えてブラッシュアップしてみてください。ぜひぜひブナ原生林が育むセラピーロードを満喫してくださいね。僕はこの後弘前方面に車を走らせました。ロングドライブでしたが、途中で会った宮山湖は湖面に森があるんです。個人的にこの絵がめちゃめちゃ刺さりました。人造ダム湖なので水量によって景色は変わると思いますが、好きだなあ、この景色。ビジターセンター付近から雪が残る白神山地を一望。ブナの原生林が育む極上の空気とブルーの名水、体の中のパーツを全てオーバーホールしてくれた気がします。ネイチャーセラピーの力かな。人が人でいるための癒しの時間、大切ですね。それぞれのスポット間の距離と時間の目安はこちらになります。位置関係と移動時間、ぜひ参考にしてください。僕は1日かけてゆっくり巡りました。皆さんの応援が本当に励みになります。ぜひ評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに。またお会いしましょう。